積まずにクリアできるか？ポケモンニュー縛り実況後編始まるよ。はい、今回はポケモンニュー縛りの後編です。前半をまだ見てないよって人はぜひ前のパートから見ていってね。このニューの誕生秘話だったり、たけし戦で積みかけたりと盛りだくさんな前半パートだったからな。今回も技ポイントがなくなったりして積まないように気をつけなくちゃだわね。最善の注意を払って進んでいくんだぜ。ただここ玉虫シティを超えたら、技マシンも買えるようになったし、PP 回復系のアイテムも潤沢にあるから、よっぽどのことがない限り大丈夫だとは思うんだけどな。そんなん振りにしか聞こえないんだけど大丈夫そ？まあひとまずどんどん進んでいこうぜ。今回最初に攻略するのはシオンタウンのポケモンタワーだな。あっこの先強敵のライバルが出てくるから、先にミュウちゃんの状態を万全にしておこうか。ここではエリカ様からいただいたメガドレーンを早速使っていくぜ。代わりに忘れさせるのは、ここまで大活躍してくれた指を振るかな。数少ないニューの覚え技だわね。よし、新技を引っ提げて早速ライバル戦やっていこうぜ。ここのライバルは色々と曰く付きなんだよな。曰く付き？ああ、ライバルの手持ちにはここまでラッタがいたんだが、この戦闘からラッタがパーティーから外されているんだよな。それのどこが曰く付きなの？実はこのライバルは、戦闘で死んでしまったラッタを埋葬するため、このポケモンタワーに埋葬しに来たという説があるんだ。ひえポケモンによくある都市伝説的なやつね。そうそう、あくまで都市伝説レベルの話なんだが、最初にこの話を聞いた時はゾッとしたんだぜ。何せ手持ちにまだ空きがあるのにラッタを外す必要がないからな。それは確かに。実はそんな裏ストーリーも練られながらこのポケモンが作られていたと思うと、任天堂のこだわり恐るべしって感じだよな。オカルトファンが勝手に提唱しただけの可能性もあるけどね。さて、話は戦闘に戻って。なかなか好調な戦いぶりじゃない？技範囲が広くなって圧倒的に戦いやすくなったな。たださっき導入したメガドレーン。威力が低すぎて使い物になりません。これは何回か使って即チェンジパターンですわ。技マシンに余裕が出てきたからって雑に使うじゃないのよ。初期の頃を思い出して、はたくと変身だけで頑張っていたあの時ああやめてくれもうあの時のことは思い出したくもない。ってなわけで楽々とライバルを撃破。レベルも上がって順調に育っておりますな。今の戦闘でバブル光線の PP がなくなってしまったので、玉虫シティの喉乾きし少女からもらったあの技を導入しましょ。なんやねん喉乾きし少女って。今回の旅での最重要人物だぞ。デパートの屋上にいるやつな。ああの子のことなのね。バブル光線はここでお役御免。新たに岩なだれを覚えさせたぞ。道中での隠しアイテムも忘れずに取っておきましょ。PPA だうまうま。ここの回復ポイントは使っても良いのかしら？ここは厳しく回復ポイントも縛って進んでいこうぜ。タワーにいっぱいいる祈祷師とのバトル。だいぶレベル差がついてきたわね。こちとら一匹に経験値を集めまくっているからな。この通りゴースみたいな雑魚は一撃なんだか BGM がバグりましたね。祈祷師とのバトルってこともあってかなんだか不気味だわね。それは確かに。さて、タワーも最上階手前、幽霊とも戦っていきましょ。あれ？そういえばシルクスコープ持っていないんじゃ？ああ、今回は玉虫のロケット弾アジトはスルーしたからな。その代わりに買っておいたアイテムがあるんだよな。このピッピ人形を幽霊に渡せば、
ガラガラは人形を連れてどこかに行ってしまうんだな。ああそういえばこんな技があったわね。ロケット弾との4連戦、ラストバトル。ロケット弾は連れているモンスターの数が多くて、だいぶ PP を削られてしまったな。ここまで来ると技の基本 PP が少ないのがネックになってくるわね。そうなんだよな。初期技は元々の PP の数が多いからなんとかなっていた部分があるが、ここまで来ると一発一発の重要度が変わってくるんだぜ。おっとここで主力になっていたのしかかりも PP 切れ。のしかかりは強かったからね。まだまだこの先でも使える技ではあるから、PP エイド系の回復を使おうか悩むところだぜ。なんならさっき導入した岩なだれもあと2回じゃない。岩技は結構使いどころが多くてな。ま、ひとまずこれでポケモンタワー攻略だな。あとは奥にいる富士老人を助け出してっと。別にさらわれていたわけではない定期。これでポケモンの笛をゲットしてカビゴンを起こせるようになるのよね。その通りだ。富士老人からありがたすぎるお話を聞きまして。ポケモンの笛ゲット。というわけでカビゴンのところまでやってきました。次は赤竹シティに向かうわけだが、こっちのサイクリングロード側から行けばトレーナーと会わずに済むので、西側のカビゴンだけ起こしてあげましょうか。あ、もちろん起こすだけで無意味な殺傷はしませんよ。ミュウちゃんは博愛主義者ですからね。いや、シンプルに技 PP 節約したいだけだろ。そうとも言う。こんな体力バカを相手にしていたらいくら PP があっても足りませんって。じゃあの。さてさてサイクリングロード。ここでは暴走族に絡まれないよう最善の注意を払っていきましょう。草むらの隅っこをそーっと下っていく。肩身狭すぎて笑った。赤竹に着いたから早速ジムに殴り込みに行きましょ。おっとその前に。ここでも技を変えてから挑んでいこうか。今回使用する技マシンは、おなじみ喉乾き師少女からいただいたトライアタックを覚えさせていこうぜ。喉乾き師少女。絶妙に言いづらいし覚えづらい名前だわね。さすがに威力40のメガドレーンはここでクビにしちゃいましょ。エリカ様ありがとう。あんまり活躍の機会はなかったけど。それじゃあまずはジムの中にいる敵と戦っていこうかね。最初の相手はジプシージャグラー。毒タイプの使い手今日のジムなのにエスパータイプを使ってくるずるいやつ。しかも手持ちは4匹とかなりこの縛りではめんどい相手ですな。お相手初手はスリープ。こいつは新技トライアタックの餌食になってもらおうか。一撃で倒せるかな？殿下の宝刀ちょい残し。しかも相手に入れ替えまでされてしまう始末。ジプシージャグラーはポケモン入れ替えがちなんよな。キャラの見た目的にもいかにも入れ替えしてきそうだもんね。そう言われてみると確かに。まあ交代先も同じくスリープなんですけどね。このスリープをトライアタック一撃で倒せたら楽だったんだけど。攻撃の個体値が低めだったから仕方ないわね。ああ、このミュウはなんなら特殊の個体値も並くらいで。謎に防御の個体値だけ異様に高かったんだよな。カチカチに防御よりのミュウってなんか嫌ね。攻撃だけ異様に高い脳筋ミュウってのも考えようだけどな。それもそうね。ここはひたすらトライアタック連打で攻めていこう。あっかな縛りはやめて。危ねえ今脱がれた。ここで金縛りは結構きついわね。おい、岩なだれ、あと1回しか使えないのに外すとか。ここはまだ PP に余裕がある穴を掘るで行ってみるか。穴を掘る安定感あっていいわね。だいぶ PP 消費しちゃったけどジャグラーを撃破。このマップはスーパーゲームボーイだと微妙に壁が見えるのよね。確かに白黒のゲームボーイだとほとんど見えなかったよな。さてさてお次の相手は。またしてもジプシージャグラー。
そして当然のようにスリープ、ドクタイプジムが効いて呆れるぜ。多分今日も泣いているでしょうよ。穴を掘るは強戦にとっておきたいんだよな。導入してすぐに PP 枯れそうだなトライアタック。というか PP 切れてるの仕掛かりをなんとかした方がいいんじゃ。あまりに強かったからまだ残そうか考え中なんだな。にしてもこの縛りプレイをするまでは、ここまで PP や技を意識して戦うことなんてなかったぞ。普通にポケモンセンター使えれば PP なんて意識することないもんね。そうなんだよな。与えるダメージ量とかもしっかり分かっていないと無駄に PP を消費するからな。このトライアタックとかも、確定3発だから結構消費が激しいんだよな。こういう時に急所とか出てくれれば熱いんだけどね。まあ、これでひとまずトレーナー戦は終わり。満を持して今日に挑んでいきましょうか。さすがにこのままだと PP が厳しそうだから、一発回復決めておきますかね。ここは PP リカバーにするべきかそれとも贅沢に PP エーダー使っちゃうか。リカバーは一つの技、エーダーは全技の PP を回復だっけ？そうだな。ここはこの先の夏目線を見越して、贅沢に PP エーダーを使ってしまおうか。よし、これで準備 OK。ボス戦だからがっつり技を使って戦っていこうか。協賛対戦よろしくお願いします。さあ VS 今日、最初のポケモンは、ドガース、進化前ポケモンなら一撃で仕留められそうだ。ドガースは物理耐久結構あるけど大丈夫かな？レベルも全く同じだし平気。いけっにゅー、一撃で毒ガス野郎を葬ってやれ。ほら言わんこっちゃない。毎回絶妙に耐えられるのぜしょうがないからここはトライアタックでとどめだな。そしてここで無駄急所。ミュウちゃんお笑いがわかっているわね。そしてお次はベトベトン。ちゃっかり毒ももらっちゃってヤバめな状況ね。しかも小さくなるまで積んできやがったこいつ。毒ダメージと攻撃ダメージでだいぶ削られたな。さすがにここは一度回復を挟んでおきましょうか。もういらないと思って道中で毒消し捨てたのがあだとなってるわね。ついさっき持ち物がいっぱいで捨てちゃったんだよな。ここでプラスパワーはラッキー。のしかかりでこいつはフィニッシュ？乱数で耐えられてる。でも相手は攻撃ミスったからこれで勝てる。消耗激しかったけどベトベトンを撃破。そしてまたしてもドガース。やはりこいつは穴を掘るで瀕死まで持っていくしかない。やめて煙幕とか一番立ち悪いから。やった急所、ミュウちゃんやっと覚醒してきたわね。今の一撃はでかいぞ。ラスト一匹はまたドガス、高レベルの強敵だな。ここは攻撃するべきか。いや、怖いからここでも回復をしておこう。さあこれで万全、何でもかかってこいやー。はぁ、初手自爆は効いてないって。やめてミュウちゃんお願い耐えて。あぶねー。奇跡の耐久力。今のところ傷薬使ってなかったらやられてたんじゃ？しかもここに来て防御の個体値が高かったのが功を奏したな。マジで負けたと思った。なんだよ初手自爆って。しかも最後の一匹だからもう勝つ気すらないじゃん。忍法相打ち自爆。それが忍者のやり方かよ。汚い、卑怯だ。マジで危なかったけど勝てたからよしとしましょう。はい、というわけでお次は山吹シティにやってきました。ここでは皆様ご存知、ミュウちゃん最強の技マシンをもらっていこうぞ。サイコキネシスだわね。あれ？でもサイキネってレベル40でミュウが覚えるんじゃなかったっけ？だからこの技マシンはまだ取っておいて。自力で覚えたサイキネの PP が切れた時に上書きで使わせてもらうぜ。せっこいやり方だけどこれで20回サイコキネシスを使えるってわけね。そういうことだ。お次はシルクカンパニー攻略。ここでも必要そうな技マシンを拾っていくぜ。まずは10回、
ここでは技マシン26、自信をゲット。お次は7回、カードキーを使った先で。技マシン3、剣の舞もゲット。そしてシルクカンパニーでのライバルグリーンとの戦い。ミュウちゃんのパワーで圧勝だったのでここはラスト2匹の戦闘だけお送りします。物理耐久の低い風鈴にはのしかかりで。サイケ光線ね、残念ながらミュウには効かんのだよ。ノーマル技コンボで終了。ライバルに圧勝できるのはいい傾向ね。そしてここでレベル40、ミュウの超必殺技であるサイコキネシスを自力習得。ここは何を忘れるか悩ましいところだな。残り PP も見たいけど表示がないのね。イワナ誰かトライアタックかなと思っているんだが、ここは技タイプの範囲を広げるべくトライアタックでいきましょか。おお、早速サイキネの威力を試すのにちょうどいいモンスターが来たな。これがミュウの最大火力。サイコキネシスだ相変わらず微妙に火力足りなくて草。のしかかりで倒すというなんともしょっぱい終わり方だわね。抜群でタイプ一致でもこんなもんかよ。その後に待ち受けていた榊様はサイコキネシスで圧勝。そして山吹ジム夏目のところまでやってきました。夏目はエスパータイプ使いだから相手の攻撃はあまり食らわなそうね。こっちはいろんな技を覚えているから有利だよな。そういえば話は変わるんだけど。ミュウの覚え技って何があるんだっけ？さっき40レベルでサイキネを覚えていたけど。ああ、ミュウの覚え技は、この右の一覧の通りだな。へえ、10レベルごとに技を覚える感じなのね。そうそう、でも実はあまり使える技を覚えなくてな。使えるのは20レベのメガトンパンチと40レベのサイコキネシスくらいだな。それは確かに、でもその代わりに技マシンが使い放題なんだもんね。そういうことだ。もうミュウのレベルは42だからこれ以上技は覚えないってことなのね。そうなんだよな。正直自分で覚える技にはあまり頼れないってのはあるな。さてさて雑談をしてしまったけど夏目戦、残り2匹ですな。モルフォンはイワナダレで攻めていこうか。もはや突っ込むのもだるくなってきたちょい残し。多分 HP1 で耐えたんじゃないかな今。最初からサイコキネシス打てばよかったんよ。ラストは風鈴か。残り PP1 だけどここはのしかかりで。いいダメージ。と思ったけど自己再生か。ここはこちらも回復。なけなしの PP リカバーを使っていくぜ。また自己再生？でもこちらは攻撃あるのみ。はぁ？なんだこいつ？回復する機会になっちゃってるわね。この縛りのこと分かってやっているのか？確かに技に制限があるからこれされるのが一番きついわね。やっぱこいつ絶対分かってやってるやん。やっと倒した、けど想定以上に消耗させられたな。主に PP のね。さてお次はもらったラプラスに乗ってグレン島に来たぜ。まずはポケモン屋敷で、ここの探索のメインとなる技マシン14、吹雪をゲット。ついでに秘密の鍵もゲットしましたよっと。もはや技マシンがメインになっちゃってるから。ってなわけでグレン島のジムリーダー桂戦は、特に見どころもなかったので最後にウィンディが自滅してるところをどうぞ。ひどい扱い。正直今の技構成ならイワナダレと穴を掘るで楽勝すぎたんだよな。というわけで最後のジムリーダー榊のところに行ってみよう。はい、やってきました。勝負の前に恒例の技編成をしておこうか。主力であるサイコキネシスの PP がすでに0。このままだと榊相手は厳しいので、
さっき話していた上書き作戦を実行するぜ。まずは適当ないらない技マシンをサイコキネシスと交換。吹き飛ばしは確かにもう使い道なさそう。これで一度サイコキネシスを忘れることで、新たに技マシンでサイキネを覚えさせることができるってわけだ。ちなみにこの方法はレベル20でメガトンパンチでもできた技なんだが、先に技マシンを使ってメガトンパンチを覚えさせたせいで使えなかったんだぜ。前編の動画でこの情報をコメントで教えてくれた方、ありがとうございました。さて、あとは微妙に削れた体力も回復しておいて。これで準備 OK。いざ最後のジムリーダー、榊戦行ってみようか。榊は地面タイプのジムリーダーよね。ああ、そうではあるんだが。榊の使うポケモンはタイプが複合しているのが多いから。今のミュウちゃんでもいい感じに弱点をついていけるんだぜ。まずはこのサイホーン。こいつは岩タイプが複合しているから。穴を掘るでしっかりと弱点をついていく。確かに地面タイプって複合しているイメージが強いわね。初代は特にそうなんじゃないかな。ちなみに桂戦があまりにも見どころがなかったので、もともと採用するつもりはなかった大文字を覚えさせてみました。次はダグトリオ、榊のポケモンでは唯一の地面単タイプだな。こいつには何をお見舞いしてやろうかな。ちょっと迷ったけどここは、最大火力で圧倒していくことにするぜ。すげえ、ちょい残しもなしにしっかり一撃で倒せた。ダグトリオは HP が低いからな。そしてこの二毒印、こいつは毒との複合タイプだから。サイキネで一撃。なんだかこのミュウちゃん、強くなってきてない？さすがにここから四天王に挑んでいくからな。強くなっててもらわないと困るぜ。いい感じ、二度キングも一撃で葬った。そして経験値もうまうま。ラストはサイドン、ついにレベルは50まで来たな。榊の必殺技地割れを放ってきてるけど、全然効かないんだなこれが。なんなら角ドリルまで、一撃必殺技狙いに来てるわね。残念だったね榊くん。悪いけどここは圧勝させてもらうよ。これにて全バッジゲット。最後の難関ポケモンリーグに挑めるわね。久しぶりすぎてこのチャンピオンロードのギミックに若干手間取ったものの、無事脱出してついに来ました石英高原。ここから倍速。四天王に挑む前にアイテム整理をしていこうぞ。ここではいらないアイテムを預けて、この先で必須なアイテムを引き出していこう。必須なアイテムって？主に PP 回復系のアイテムと、これまで取っておいた技マシンを引っ張り出しておくぜ。10万ボルトと冷凍ビームの技マシンだな。マキスと喉乾きし少女からもらったやつね。あとは手持ちにあった地震や剣の舞なんかの技マシンも持っていくぜ。これで技マシンは OK っと。次はここまで秘伝要員として活躍してくれた2匹を預けて、完全にミュウ短期状態にする。あとは何でも直しや傷薬系のアイテムを大量購入して、さすがに低レベルかつ短期攻略だからね。それじゃあミュウに技を覚えさせていこうか。すでにここまでで PP がほとんど切れている状態だからな。チャンピオンロードでだいぶ技を消耗したのね。まずは10万ボルト、これは四天王で主軸になりそうな技だな。大文字はここでおさらば。次は地震、これは今までお世話になった穴を掘ると交換。そして最後は冷凍ビーム。氷技は初代では最強格だもんね。これはのしかかりに上書き。最後に保険で吹雪の技マシンをバックに忍ばせておいて準備完了。
ラスト5連戦前のニューのステータスはこんな感じ。技は俺が考える最強技って感じに仕上がったぜ。小学生も引くくらいのフルアタ構成ね。最後の最後に持ち物の確認をしまして。PP 回復系、いざという時の技マシンも準備よし。ここを進んだらもう戻ってこれないからね。よーしこれで準備は完璧。それじゃあ張り切って、行ってみよう。四天王最初の相手はカンナ。こいつはかなりの強敵で。幼少期プレイした時はどうしてもこのカンナに勝てなくて。泣き寝入りした思い出のある相手だ。そんなカンナをこのミュウちゃんでぶっ飛ばしてやるぜ。最初のポケモンはジュゴンね。カンナのポケモンはほとんどが水タイプ複合。つまりこの冷凍ビームがぶっ刺さるってわけよ。さすがにレベル差もあるからワンパンは無理ね。オーロラビームのダメージも結構痛い。やっぱりもう少しレベルを上げてきた方が良かったのでは？いや、そこまでして仮に PP 切れでも起こしてみろ。それこそ技マシンも回復アイテムもなく完全に積みかねんぞ。あ、そっかレベル上げるのもリスキーな選択肢なわけね。そういうことだ。いい傷薬？さすがにそれは甘いんじゃないかカンナさんよ。四天王なんだからすごい傷薬くらい使ってもらわないと。ヤドランでけえな。こいつにももちろん10万ボルト。てかヤドランってもはや氷タイプですらないじゃないのよ。それは確かに。ここは念のため HP を回復しておいて。次の攻撃に備えよう。殻にこもる。覚えている技が貧弱すぎるわね。よしこれでヤドランも突破。次はルージュラね。こいつは唯一電気で弱点をつけないな。ひとまず物理で殴ってみよか。氷状態はやめて。凍らされたらもう積んじゃうのでは？あってもアイテムの回復でまだいなせるか。それでも状態異常は1ターン使うからなんとしても避けたいんだよな。レベルも高いし、状態異常もダメ、挙句技も縛られてるとか。この先大丈夫かこれ。ニューのレベルも少しずつだが上がっていくからな。あとはリアルラックで進んでいくしかない。結局運頼りですかい。さすがにラプラスは硬いわね。HP がめちゃくちゃ高いからな。でももうこちらのやれることは10万ボルト連打のみ。またしてもいい傷薬。これで落ちるか？よっしゃ強敵カンナを撃破。この調子でどんどん行ってみよ。ここから倍速。二人目芝と戦う前に HP の回復をしておこう。PP も回復しようか迷うところだな。まだ余裕があるけどここは使っておこうか。よしこれで芝と戦っていくぞ。芝は格闘タイプの使い手。正直ミュウちゃんのカモみたいな敵だからこのまま倍速で行ってみよう。ここまで来てワークは楽勝だわね。攻撃力ポッポくんは引っ込んでてもらおうか。次は格闘タイプのエビワラー。さらには沢村と。2匹ともサイコキネシスでワンパン。レベル差をものともしないパワーね。特殊種族地100は伊達じゃないぜ。なんか一匹いた気がするけど気にせずラスト。こいつにはサイコキネシスとおまけの一発で撃破。楽勝すぎましたね。調子が上がってきたからこのまま次の相手キクコも行ってみよう。こいつもサイコキネシスで弱点をつけるからサクサク倒してほしいもんだがどうだろ。ゲンガーは毒タイプ複合があるからね。おっとこれは有効急所かもしれないな。次のゴルバットは冷凍ビームもしくは10万ボルトで OK。実はこの小学生が考えたようなフルアタ構成、よく練られている？四
天王の出すポケモンを思い出しながら考えた技構成だ。ゴーストには自信で十分。そしてこのアーボックも毒タイプだから。再起根で一撃なんだな。ミュウがちゃんとハマっていていい感じね。ナイドヘッドは結構痛いが。これで終わり。ぶっちゃけ芝とキクコより、カンナの方が脅威に感じたわね。相性的な問題が大きいな。さて次は四天王ラスト、ドラゴン使いの渡るくんだな。一応 HP は回復しておいて。ここからは倍速なしで勝負を楽しむことにしよう。渡るくん、いざ尋常に。勝負。ここで BGM が事務戦になるのは熱いわね。初手ギャラドス、高耐久高火力モンスターだけど。こいつは4倍弱点で攻めていこう。うわ、ここでのちょい残しはまずいぞ。と思ったら弱気の傷薬。乱数で落ちるのか？微妙に落としきれない。やっぱ、いきなり破壊光線ぶっぱかよ。まあまあ削られたけどこれはチャンス。反動を利用して今のうちに回復。素早さはこっちが勝っていたからこれで落とせるな。いい滑り出しね。レベルは上がってるけどまだまだ相手の方が上ね。さてお次のドラゴンポケモンは白竜。こいつには対ドラゴン用に仕込んでおいた冷凍ビームでいこう。いいダメージ。喉乾きし少女に感謝ね。このまま冷凍ビームで倒してしまおう。次も白竜？なんといっても初代はドラゴンタイプのポケモンが少ないからな。渡るも手持ちを考えるのに苦労しただろうよ。さすがにミニ竜は使えないもんね。次はプテラか。こいつは素早さが速いから先制されないといいんだが、やっぱり先制された。しかもまたしても破壊光線ぶっぱとか。でも倒されなかったからよし。さっきと同じように回復を挟んで。この戦法なら安定して狩れるな。ミュウの高耐久のおかげね。ラスト1匹はもちろん海竜よね。初代の600族、やっぱりこいつが出てこないと。レベル62？もはや旧レベルも差がついちゃってるけど。でもこいつは飛行タイプがつくから氷4倍なんだよな。傷薬で延命しても無駄だな。おい、こいつら破壊光線縛りでもしてんのかよ。防御の個体値高くて本当に良かった。最後は10万ボルトで終了。これにて四天王全員撃破。ここで終わらないのがポケモンの面白いところよね。ああ、ここからの展開は痺れるよな。PP 回復アイテムはまだあるからここではしっかり回復しておこうな。あとせっかく持ってきた技マシンを使わないのももったいない感じがするので、ここで最後の技編成もしておこう。初代最強技と名高い技マシン14、吹雪。これを最後に覚えさせよう。代わりになるのは冷凍ビームだわね。これで真の最強技が出揃ったというわけよ。最終戦に備えて贅沢に PP エーダーも使って、万全の状態でチャンピオン、グリーン君に挑んでいきましょうか。これが本当に最後の戦いね。ああ、ここまでめちゃくちゃ長かったけどこれで本当のラストバトル。ごちゃごちゃと長ったらしい5択はいらない。男ならさっさとバトルしようぜ。グリーン君対戦よろしくお願いします。やべえこの最終戦 BGM 懐かしすぎる。今聞いても鳥肌が立つよな。初手はピジョット、レベルはのっけから65へ。ここは少し迷うけど。まずは10万ボルトで様子を見ようか。おお、最終戦は技エフェクトが出るのね。この仕様もかなり熱いよな。
よっしゃいきなり急所で架空エピジョットをワンパン。お次は風神。こいつは物理面はペラペラなのを利用していこう。サイケ光線、さすがにぬるすぎるんじゃないか？おっとここでまさかの外し。こんな大事な場面で外しはきついわね。まだ風神相手の時で助かったと思う。さあこの自信でワンパンしてくれるといいんだが。ナイス急所。このミュウやる気があるんだかないんだかわからんな。お次はサイドン、ちょっと怖いからここでは一旦回復入れておこう。さて相手は何を打ってくるのかしら？まさかのニラ見つける。最終戦にしてこの手いただく、これにはファイヤーもびっくりだな。最終兵器吹雪で粉々にして死んでよう。いい感じね。残りは3匹、次のポケモンはさっきも見たギャラドス。例によってここは10万ボルトだな。もうちょい残しとかしなくていいぞニュー。いいわね、このまま押し切れそう。あと2匹。次はウィンディーか。こいつにもしっかりと弱点をついていくぜ。マジでこの技構成、よくできているわね。おっとさすがにワンパンは無理か。そしてウィンディー、まさかの火の粉。なんだか知らんけど AI がクッソで出てくれているな。これがリアルラックってやつよ。これでウィンディも突破。ラスト1匹はもちろん最初に選んだ。不思議花だよな。こっちは最初に選んだゼニガメはもうすでに逃がしてしまったんだごめんよ。もちろんこいつには最大火力のサイコキネシスで。あと一撃。相手の攻撃は？まさかの成長。それじゃあこれで終わりにさせてもらうぜ。いけにゅー、ラストサイコキネシスじゃー。やったぜ。なんだか最後はグリーンくんの指示ミスで勝ったような気もするけど。多分ニューの存在感で頭がバグっちゃったんだろ。というわけで急に大木戸博士が駆けつけてくれました。あ、ゼニガメに関してはすんませんでした。博士からの愛の説教をグリーンくんと一緒に聞きまして。さらに奥の部屋へと案内されます。ここで手持ちのポケモンを殿堂入りに登録するんだったわね。そうそう、これも胸熱展開だったよな。というわけでニュー1匹でポケモンリーグ、無事制覇しました。短期クリアは初めてやってみたけど、殿堂入りの感動がすごいわね。というわけで初代ポケモンニュー縛り、クリアしましたー。早速完走した感想ですが、想定していた100倍難しかったです。まずニューを生み出すバグの工程も結構大変で、せっかく生み出したニューも悪あがきのバグで完全に積んでしまってやり直しとか、想像以上に考えることが多くてやばかったです。もともとはニューが全技覚えられるからポケセンなしでもクリアできるんじゃない？っていう単純な発想からスタートしたからね。序盤は結構苦しいところがあったんだけど、ストーリーが進むにつれて技の選択肢が増えてからはかなり楽しかったぞ。次の相手を想定しながら技を選んでいくのは新鮮だったわね。最後のポケモンリーグまでを想定しながら動くのは面白かったな。というわけで今回の動画はこの辺で終わりになります。チャンネル登録、高評価を皆様ぜひともよろしくお願いします。コメント欄もよかったら覗いて書き込んでみてね。最近は皆様のいいねやコメントが、動画制作のモチベーションになっております。皆様本当にありがとうございます。これからも面白いレトロゲーム動画をいっぱい作っていくつもりなので、
リクエストなどありましたらコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みんな、バイビー。